はい、どうもこんばんは、ごちログのしんごです。今日はデスクツアー、机の上のものの紹介をやっていこうと思います。確か前やったのが3月ぐらいだったと思うんですけど、前やった時の目的は4月に大型アップデートしようと思っていたものがあって、それの前の記録として取っていたんですが、なんやかんやこの C5、6月で結構買ったんで、それも含めてご紹介していこうと思います。まずはこの後ろのディスプレイですね。何回か登場してるんですけど、これはデルの U4021QW というウルトラワイドディスプレイです。もともとは同じデルで U2720QM という27インチのディスプレイを使っていたんですけど、ロマンを求めてウルトラワイドディスプレイを購入しました。一番の特徴としては、ウルトラワイドディスプレイってこれまで 2.5K ぐらいのものしかなかったんですけど、このデルのU4021QW は世界初の 4K 相当の解像度が出るウルトラワイドディスプレイとして登場しました。リフレッシュレートが 60Hz しか出ないので、ゲームをやる方だったり、あとは Web 閲覧するくらいだけだと横に余白というか何も表示されない部分が結構広く出ちゃうんで、そういう方には不向きなんですけど、僕のように動画編集したりとか、あとは調べ物しながらブログを書いたりするっていう作るっていう作業をする方には非常に向いているディスプレイだなと思います。詳しくは単独で動画を出しているので、そちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。で、次2つ目なんですけど、スピーカーを入れ替えました。これはジェネレックというモニタースピーカー、ちょっと高いんですけど、それを出しているメーカーの 8020DPM というモデルです。これまでは去年の夏にタルボット1っていう幕開けで販売されていた自作スピーカーキットのスピーカーを作ってそれを使っていたんですけど、めっちゃ気に入ってたんですけど、年明けに2000円ぐらいの安いスピーカーを比較したりしてたんですけど、その時に高級スピーカーってどんな音がするんだろうと思ってしまいました。で、いきなり高いの買うのちょっと怖いんで、レンティオっていう家電をレンタルできるサービスをやっているところで、同じジェネレックの 8010AP というこの今回買ったものの1個下のグレードのものを試してみました。そしたらそれがめちゃくちゃ良くて、で、こう言ったら悪いんですけど、タルボット1とはちょっと比べ物にならないかなと思いました。ということで、本命だった 8020DPM という1個上のグレードのものを購入しました。音は本当に解像度が高いというか、すごくくっきり綺麗に聞こえるのでめちゃくちゃ気に入ってます。はい。ここからは前回から変わってないものがちょっと続くんですけど、軽くご紹介していこうと思います。で、これはロードの AI1 というオーディオインターフェースで、見た目に惚れて買いました。もともとは YouTube の音声を録音するために購入したんですけど、結局今は先ほど紹介したジェネレックの 8020DPM を音出すっていうのと、あとはズームするときに音声をちょっといいマイクにつなげて、別撮りするっていうときに使ってます。特徴としては入力が一つだけなんですけど、コンデンサーマイクとつなげた時に使う 48V のファンタム電源もついてるし、ステレオ変換プラグを挿さないといけないんですけど、イヤホンも挿すことができます。ちなみにイヤホンつなげるときはフジパーツのステレオミニプラグを使って変換しています。これ400円ぐらいなんですけど、めっちゃおすすめです。で、ここにつなげているイヤホンはゼンハイザーのモニタリングイヤホンなんですけど、一番下のやつ、といっても1万円以上するんですが、IE40 Pro です。ワイヤレスイヤホン結構好きなんですけど、やっぱりデスクって長時間座ってるもんなんで、電池切れとかがめんどくさいので、デスクでは有線イヤホンを使っています。有線のイヤホン使ってて一番嫌なのが断線だと思うんですけど、この IE40 Pro はイヤホン部分とケーブルがカチッとくっついたり外れたりするような機構になっているので、断線しづらい設計になっています。ちなみに今月末に IE40 Pro の上位互換の IE100 Pro っていうのが出るらしいので、買うかどうか悩ましいところではあります。はい。で、次。これも以前山崎実業の製品をまとめた動画で紹介したんですけど、ウェットティッシュケースです。山崎実業さんは本当にいい収納小物をたくさん出してくれてますよね。このウェットティッシュケースはこんな感じでディスプレイの下に置いて、気になったら取り出して拭くっていうことをやってます。で、次も掃除グッズなんですけど、これはリビ学というところが出している卓上掃除機です。言ってしまえばデスク上のルンバみたいな感じで、こんな感じでスイッチを入れて、ホコリや消しカスを吸い取るのに使っています。単三電池2本で駆動して、製品自体も1000円と非常に安いのが魅力ですね。で、次はルームフレグランスで、これはカインドオブブルーっていうところの K っていう匂いのするやつです。
匂い的にはシャンプーのメリットみたいな匂いがして、これ結構好きで、もうずっと5、6年ぐらい使ってます。はい。で、その左。これもずっと気に入って使ってるんですけど、ヤマダ照明というところのデスクライトです。7000円と非常に安い割に、レトロ調なこの見た目が結構好きです。26口径の LED 電球を入れて使っています。はい。で、次、キーボードなんですけど、これはロジテック。ロジクールの海外版なんですけど、そこの K835 というのを使っています。メインのキーボードはトープレのリアルフォースを使っているんですけど、ちょっと有線でサブキーボードが欲しいなということで、去年出たロジクールの K835 の海外版、ロジテック版をアリエクスプレスを使って購入しました。輸入したんですけど、6000円と日本版のものを買うより安く購入できました。謎ですが。詳細は単体で撮った動画があるので、気になる方はそちらを見ていただきたいんですが、メインのトープレリアルフォースと気分によって使い分けています。機構はトープレのリアルフォースが静電容量無接点で、この K835 がメカニカル赤軸なので、打ち心地は全然違うんですけど、それぞれ気に入って使っています。ちなみに今とあるメカニカルキーボードを iPad Air 4用に、海外からちょっと取り寄せているところで、またそれもレビューしたいと思っています。はい。で、次、マウスなんですけど、マウスは1年以上も不動のロジクール MX マスター3ですね。特にこのウルトラワイドディスプレイ使うようになってから、この横にスクロールするホイールが動画編集の時などにすごく活躍してくれています。さすがフラッグシップ機ということもあって、全ての質感がすごくいいですね。おそらく次の MX マスター4が出ても購入するんじゃないかなと思います。フラッグシップ機なんで USB ドングルを使った無線接続と Bluetooth 接続両方できるんですけど、僕は安定性をとって USB のドングルで無線接続しています。はい。で、次ですが、これも最近動画にしたんですけど、フレキシースポットの引き出しですね。この引き出しずっと Amazon で1年以上も在庫切れだったんですけど、この春突然ドッと入って即購入して取り付けました。フレキシースポット、電動昇降デスクですごく便利なんですけど、引き出しがやっぱり一つくらい欲しかったんですよね。で、こんな感じで鍵付きなところもすごくいいです。で、一点、注意点としては、フレキシースポット純正の天板ってめちゃくちゃ硬いので、取り付けの時は電動ドライバーとかが必要になるかと思います。この引き出しを取り付けた時の動画もあるので、下に概要欄貼っておきます。はい。で、次はパソコンなんですけど、これも最近動画にしました。SSUPD っていうメーカーのメシュリシャスというケースです。以前は NGXT の H510 というミドルタワー、ちょっとデカめのケースを使っていたんですけど、今年から友人の依頼とかでミニ ITX のケースを触っていると、やっぱり小さいのっていいなってなって、自分のメインの PC も入れ替えることにしました。でもちょっと前回から改善ポイントが2つほどあって、1つ目はライザーケーブルを付属のものから別売りの PCIe 4.0 という規格のものに入れ替えました。で、2つ目がメモリの容量を 32GB から 64GB に変更しました。で、一つ目なんですけど、マザーボードが PCIe 4.0 に対応しているんだったら、グラボのライザーケーブルも 4.0 にした方がいいんじゃないかなと思いました。いろんな動画で PCIe 3.0 と 4.0、そんなに体感としての速度変わらないって言われてるんですけど、今回は速度どうこうの話ではなくて、パソコンを使っていく運用上の上で 4.0 に揃えた方がいいんじゃないかなという話です。で、単体の動画の時にも報告したんですけど、付属のライザーケーブルを使って最初組んで、いざ電源を入れたら BIOS にすらたどり着けなかったと言いました。原因はグラボとマザーボードをつなげるこの付属のライザーケーブルの規格が PCIe 3.0 だったからで、普通にグラボとマザーボード直接つなげて BIOS に入って PCIe 3.0 を読み込む設定に変更したら、付属のライザーケーブルを使っても起動できました。で、動画を公開して以降、普通に使ってたんですけど、ある時、USB が突如抜けるみたいな変なバグが起きて、動画書き出しに3回連続失敗するみたいなことが起きました。で、原因を調べてみたら、僕が使ってる ASUS の X570i ゲーミングなんですけど、これが USB の接続バグみたいなのがあるっていうことで、現在はそこを改善したベータ版が公開されていて、ベータ版ちょっと嫌だなと思いつつも、しゃあないんで入れることにしました。で、バージョンアップして電源いざ入れてみると、また電源が入らないんですよね。で、よく考えてみたら、BIOS アップデートした時にさっき変更した PCIe の設定までは引き継がれないみたいで、また前回やった時と同じ作業をやらなければなりませんでした。
だから分解してグラボをマザボに直接挿してっていうのを、配線が本当に複雑なケースだったんで、もうすごく大変なんですよね。そのグラボを直接マザボに挿すっていうのが。今回は頑張ったんですけど、これ BIOS 更新のたびにマザボとグラボを直接挿すっていう作業をするのがもう非常にめんどくさいんで、これはもう PCI 4.0 のケーブルを買おうと思いました。オリオスペックさんがこのケースをメインで販売されているんですけど、SSUPD メーカー純正の PCI 4.0 のケーブルが売り切れてたんですけど、販売再開されたということで購入して取り付けました。今のところ特に問題なく起動しています。で、二つ目のメモリ増設したっていう話なんですけど、もともと ATX マザーボードでメモリ4本、16GB×4 本で使っていたんですけど、今回のメッシュリシャスはミニ ITX マザーボードということでメモリが2本しかさせないんですよね。なので、もともと使ってたやつを流用して2本に減らして 32GB で使うことにしてたんですが、やっぱりメインの PC なんで 64GB 欲しいということで、新しくメモリを購入しました。で、購入したのは瀬戸康史さんも使われている G スキルのギラついたメモリを購入しました。DDR43200MHz で 32GB×2 本です。ちょうど僕が購入した時はアークさんがメモリのセールをやっていて、多分月末までやってると思うんですけど、3割引きぐらいで購入することができました。で、これ失敗したなっていう話なんですけど、組んでて気がついたんですが、この G スキルのメモリ、このギラついた装飾部分が結構高さがあって、もともと使ってたキングストンのメモリよりも多分2、3ミリ高い設計になってるのかな。これが NGXT の簡易水冷の配管のケーブルと干渉して、どう頑張っても取り付けられないんですよね。試行錯誤の結果、この簡易水冷を上下逆さにすることで、配管をメモリ側ではなくてその反対側に持っていくことで、とりあえずしのぎました。僕が使ってる NGXT のこのクーラーは、クラーケン X62 というモデルなんですけど、今は63が出てて、63だとこのロゴの向きを自由に変えれたはずなんですけど、壊れたらそっちを買おうかなと思います。このケース、サイドパネルがメッシュで中が見えにくいし、こんな感じで僕はフレキシスポットの PC ホルダーに取り付けてるんですけど、デスク下に入ってしまえば、あんまり気にならないかなと思います。はい。で、次は、ちょっとまだ完了してないんで、小話みたいな話になるんですけど、回線ですね。ついに我が岡山県にも6月からニューロ光が来たということで、今工事のしてもらってる段階です。今は昔 Y モバイルを契約していた流れでソフトバンク光を使ってるんですけど、先日テレビをぼやーっと見てたら、ニューロ光の CM がやってて、なんで岡山でやってんのと思ったら、調べてみたら、この6月から開通ということで、急いで申し込みました。先週家の中の工事が済んで、今はこの ONU 兼ルーターが家の中に置いてあるという状態です。地味にソフトバンク光は ONU とルーターが別々だったんで、この一体型っていうのはいいですよね。で、今は外の工事待ちで、また完了したら動画にしようと思ってます。はい。で、最後は録音環境についてです。4月に富士フィルムの XT4 と XS10 からソニーの FX3 と α7C に乗り換えました。どちらも元使ってたカメラの倍ぐらいするのですごく気に入って使っているんですけど、一つだけ録音に関してちょっと悩みがありました。FX3 はこんな感じでトップハンドルがついていて、ここにマイクを取り付けて、カメラとマイクを短めの XLR ケーブルでつないで録音するんですけど、紹介するもののサイズによって微妙にカメラを置く位置が変わるんですよね。前後がカメラと近い時もあれば遠い時もある。その時に毎回自分の口とマイクの距離が毎回変わるっていうことがあって、そうすると結構音がブレるというか、なんか聞こえづらいなっていう時もあればしっかり聞こえる時もあるっていう感じで、ちょっとそのばらつきをどうしても整えたかったということで、XLR ケーブルを短いものから5メートルの長いものに交換して、マイクの方はこんな感じで単独でマイクスタンドに取り付けて、いつも同じ位置から取れるようにしました。で、このマイクスタンドも別でもともと持っていたものがあったんですけど、それがクラシックプロのやつだったかな。それがもう結構安物というか2000円ぐらいのもので、使ってるとネジの締め付けが弱いとお辞儀をしてくることが結構あって、それに困っていたので、タマっていうメーカーの6000円のマイクスタンドに買い替えました。これやっぱり値段がするだけあって、ネジを締めた時の感触もしっかり締めてくれているなっていう感触があって、すごく気に入りました。もうがっちり固定されてお辞儀してくることもなくなりました。
はい。ということで、ちょっと長々喋ったんですけど、この3ヶ月で、元はディスプレイを変えるっていうところから始まったんですけど、いろいろアップグレードされました。もう正直、し尽くした感があるんですけど、そうこうしてるうちにまたどんどん買ってしまうという。また、なんかあったら動画にしてみようと思います。はい。今回は以上になります。こんな感じでガジェットや買ってよかったものをご紹介しているので、もしよかったら、いいね、高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。ごちログの慎吾でした。ありがとうございました。